はエイムの基礎について解説していきたいと思います。最初にセンサー主体で動くことの大切さから話していきます。センサー主体で動くことの大切さというのは、マウスの持ち方、形、感度関係なく、最初の基礎として理解してほしいことです。まずは、エイムというのはセンサーから動くという意識にすることです。当たり前ですが、マウスというのは入力デバイスなので、センサーの動きが入力されてエイムが動きますよね。ですが、これをセンサーではなく、マウスという物体の操作でエイムをすることに慣れてしまっている人が多いです。なので、これをセンサーを主体にして動かすという意識に強制します。センサー主体ではなく、マウスという物体の操作でエイムしていると、感度が足りなくて手首がこれ以上動かなくて追いエイムできないとか、手首エイムから腕エイムに切り替えるタイミングがわからないなど、よくエイムの話題で上がる問題が出てきたり、指からセンサーまで距離が空いているので、自分の操作とのズレを感じてしまいます。ですが、こういう問題は前提から間違っていて、センサーを基準にエイムできていれば出てこない問題なんです。センサーを主体にして動かすことの正解を簡単に体験できる方法として、今手元にマウスがある方は、センサーの上となる位置に指を置いて、センサーに引っ張られるような感覚でマウスパッドの上を動かしてみてください。手首から肩にかけて蛇のような動きになり、詰まりがなく自由に動かせると思います。この感覚を普段の持ち方に落とし込むときに大事なのが視点意識です。先ほど簡単に体験できる方法で自由に動かせたのは、視点がセンサーにあったからです。肘や腕、手首を視点としてエイムした場合、マウスパッドの上を自由に動かそうと思うと、エイムしにくい場所や一度腕や手首の位置を変えないと届かない場所も出てくると思います。なので、肩、腕、手首に体重をかけないよう力を抜いてセンサーに視点を置く意識をしてトラッキングすると、腕が蛇のような動きになって、可動域限界でエイムしにくいって感覚がなくなると思います。これらをまとめると、センサーを主体に動くこと、手首、腕、肩の力を抜いてセンサーに引っ張られているような動きにすることです。ここまでの基礎ができてから、マウスの持ち方や形、感度を考えていくのが良いと思います。次にここまでの基礎で解説した内容についていただいた質問に答えていきます。感覚の言語化は伝わりにくいので、第三者からいただいた質問と合わせて理解度を深めていただけると助かります。センサーに自分が引っ張られている感覚とは、簡単に言うと、肩、腕、指、手首の動かし方の話です。エイムでつまずく多くの人は可動域的にこれ以上追えないこのマウスの位置、エイムしにくいって悩みがある人が多いと思います。そこで肩、腕、手首の力を抜いてセンサーだけを意識してトラッキングすると、腕が蛇のような動きになって可動域限界でエイムしにくいって感覚がなくなると思います。その感覚を端的に説明したのが、センサーに引っ張られる意識ということです。手首をマウスパッドに置いて視点にして手首エイムのみでやってたり、間違ったマウスの動かし方でエイムの安定性を損なっている人に向けた意識になります。肘までべったりマウスパッドについてるんですけど、センサーエイムができるようになるとそんなの関係なく自然なエイムができますか？置き方的には肘まででも手首だけでも何でも大丈夫です。視点を肩、腕、手首ではなくセンサーにする意識です。簡単に体験できる方法の動かし方を普段の持ち方に落とし込んでる際に、マウスの自由な動かし方を理解していても、右腕が疲れる場合どうすればいいのか。右腕が疲れる場合、腕が浮いていて肩が支点になっているので、マウスを握っている手以外が浮いていて、クレーンゲームのアームみたいな状態になっちゃってると思うので、机に腕は置いていいんですけど、今までだったら腕や肘に体重をかけていたのを抜いてセンサーだけに集中する感じです。練習してて右腕疲れるなって思ったり、動かない場所あるなって思ったら、確実に手、腕、肩のどこかに力が入ってたということなので、そう感じたらその部分の力を抜くように少しずつ意識していけば自然に動かせるようになると思います。最初は左に傾いて左側に体重をかけながら練習するとやりやすいと思います。センサーを軸に動かすと体が自然な形で勝手に動くから、不自由なくエイムできるって認識で間違いないですか？センサーが動くイコール腕、手首、肘が勝手についてくるって感じで認識してますが、間違ってないですかね？
大丈夫です。完璧に合っています。すべての動きがセンサーを主体にシンクロして蛇のような動きになるのが理想です。意識するのはセンサーを軸に腕がついてくる感じと腕の力を抜くって感じでいいですか？合ってます。腕、肩、手首は力を抜いて絶対に体重や力がかからないようにしてください。センサーエイムを早く習得できるおすすめの練習方法などあれば教えてほしいです。この2つで基本的な動かし方を練習して慣れてきたら、この2つで激しい動かし方でも力まない癖をつけるのがおすすめです。エイムの基礎についての解説は以上になります。わからないことがあればタイムスタンプでここがわからないなど気軽にコメントしていただければ答えます。誰でも参加できるコーチングサーバーを概要欄に貼っておくのでそこでも大丈夫です。またこの動画が好評だったらエイムの基礎を理解した方向けの次の基礎である目の使い方について詳しく解説した動画も投稿したいと思っているのでチャンネル登録、高評価、コメント、シェアしていただけると嬉しいです。特にコメントが再生数に影響するので好きな食べ物でも何でも気軽にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。